すごい壮大で立派ですね。4台の取得艇の両方も見に行きたいんですけれども、この12台の KT 艇の方が近かったので、KT 艇の艇両から先に見に来てます。この人は1916年から1925年の在です。もうすでに仏領インドシナになっている時代のフランス領の間の工程ですね。いやでもこれは立派だな。ところどころ竜があったりベトナム調ではありますけれども、完全にフランスというか西洋様式ですね。ケテテはフランスにも行ったことがある人で、どっちかというと神仏派な人だったそうです。ご本人が神仏派だったというか、神仏派にならざるを得なかったようですね。その一つ前の先帝の11代は維新帝って名前の人なんですけど、維新帝が、いわゆる廃仏運動でフランスに対するクーデターを計画して、それが発覚して、廃に追い込まれて、それで擁立されたのがこの12代 KT 艇にあたるので、そういった時の流れを考えても、神仏派にならざるを得ない立ち位置だったんでしょう。ここら辺の兵馬俑的なのは変わりないし、こうやって見るとここら辺も竜だったりと中華風ではありますが、あれなんかもう完全西洋風ですもんね。これも面白いですね。中国風ではありますけど西洋的な感じもしますね。非常に派手ですね、このお墓は。そういえば紫禁城の方も慶帝何年みたいに書いてある門がありましたけど、全部派手でしたね。これは慶帝帝の時代のデザインのトレンドなのか本人の好みだったのか分かんないですけど、派手好みの時代だったんでしょう。これは立派だな。本当西洋風ですね。天帝宮って書いてありますね。でもすごいアンバランスで面白いですね。ここは西洋風なのに漢字であんな風にいろいろ書いてある。中はすごいマーブルかな。本当西洋風ですけど、残念なことに撮影禁止になってるんで、ここで一回閉じます。中はなんかちょっとしたフランスというかヨーロッパの教会っぽい雰囲気がありました。なんかフランスから持って帰ってきた陶器とかやっぱあったりとか、やっぱちょっとフランスの影響が強いのがよくわかりますね。この12代 KT 艇で定量的には最後になります。13代最後の皇帝馬王代
はまあこんなもん作る間もなく、そもそも結構若い時に、グエン朝がなくなっちゃうので、これが最後かつ多分最大でしょうねの定量になります。結構こうやって見るとでかいし壮大ですね。山の上に立つ定量なんで、先ほどの初代とか2代の川があって池があってみたいな、ああいうなんか中国の儒教思想が現れるような感じの庭作りとかは一切ない感じの定量ですね。でちょっと次4代の、取得定の定量に行きたいと思います。トゥドゥック定量第4代の取得定の定量に来ました。おー、第4代取得定の定量に来ました。綺麗だな。ここはまだ中国風ですね。中国的な世界観の表し方をする池って感じですね。在位期間は、1847年から1883年ですね。こっち側にテンプルがあると。4代取得定の時代はなんかすごい難しい時代だったみたいで、ある意味でその中国的な儒教的な価値観を持つベトナムの時代の最高潮に当たるみたいです。ここはチーケームテンプル。ここはまだ本当完全に中国的なお寺ですね。四剣堂、なんか謙遜の謙という字がですね、この定量の中ではいくつも使われているそうです。なんか理由としてはちょっと悲しい理由なんですけれども、この4代の取得定の時代にですね、本当中国風だな。ベトナムは実質的にフランスに占領されるというか保護国家的な形にされてしまうみたいなんですね。なんか仏越戦争っていう戦争があるんですけれども、1850年代にキリスト教の宣教師たちを排除しようとするですね、排除しようとして、もう国外追放とかいろいろやろうとするんですけれども、それに反発を受けてフランスとあとスペインだったかなとかが、攻めに来ちゃってですね、当時フランスはめちゃくちゃ強いナポレオンの時代ですから、ナポレオン3世の時代かな、そこで攻め込まれて、ベトナムは実質的にフランスにいろんな主導権を奪われるような形になってしまいます。この時代以降はキリスト教も認められるようになっていきますし、またすごいここら辺雨が降った後に来るのは危険ですね。その後ですね、フランスのベトナムに対する領有権を争って、いわゆる新仏戦争ですねが80年代じゃないか。転びそうになりました。危ない。その後
80年代、83年とか84年とかだと思うんですけど、ベトナムは、一応宗主国である清に助けを求めて、清はフランスと戦争するっていう清仏戦争が起こります。そこで清は負けてしまって、ベトナムは本当に植民地化されてしまうんですよね。でその地勢ってこの取得帝の地勢にほとんどかぶります。だから実際問題としてフランスに占領されて、それから植民地になってしまうまでの過程が彼の世代だったんで、ベトナム歴代皇帝たちとかに申し訳ないという意味で尊敬の剣の感情ですね。この定量はいくつも持ってるらしいです。そこにもその剣ありますね。和剣伝取得17年、取得帝がまだいた時にやっぱり剣って字を入れて作ってますね。写真撮影禁止だ。一回閉めます。ここシアターって書いてますね。説明によると定量の中で唯一シアターがあるそうです。今は玉座みたいなの飾られてますけど、ここは舞台だったんでしょうね。でここで見て、あそこから帝が見るみたいな感じだったんですかね。定量っていうとお墓じゃないですか。お墓に劇場があるって珍しいですね。よくあんのかな、そういうの。ちなみにお金を出せばこれを着てですね、あそこに座って写真撮影ができるそうです。僕はちょっと遠慮しておきます。ここも剣の字がありますね。本当にやっぱり申し訳ないという気持ちが強かったというか、恥ずかしかったんでしょうね。かわいそうですね。この人が取得帝ですね。48年から83年の在位期間ですね。だから1、2ぐらいまではとても良かったんでしょうね。で3、4ぐらいでここから結構大変なことになっていってしまって、でその後結構もう在位期間が全然ないとか、フランスによって島流しになっちゃった人とか結構いっぱいいるんですよね、ベトナムの皇帝って。全員分のウィキペディア見てたらやっぱ支配されるって悲しいなってすごい思いました。でさっきのがこの12代ですね。で最後のバオダイまで行くと、やっぱここで100年近く時代が、でも100年も違わないのか。83年の在位からあそこの定量ができたの20年代だと思うんで、40年ぐらいしか違わないのに、やっぱ建築の方法が全然変わっちゃったんですね。ってことは価値観もめちゃくちゃいろいろと変わったでしょうから、当時の知識人とかは大変だったでしょうね。ここにも書いてあります。研究門取得17年って書いてありますね。いや、こうやって見ると綺麗ですね。晴れてたらすごいいい感じなんでしょうけど、雨の中の世界遺産っていうのもちょっと雰囲気があっていいですね。完全に中国的な価値観ですよね、こうやって見てると。
湖ルケンコって書いてありますけど、こんなとこまで謙遜の剣の字使ったんですね。なんか本当にかわいそうになってきますね。さて、でここの上が堤防なのかな。まあ全体が堤防なんですけど、おそらくはこの上に、違うわ。あれはですね、なんか堤防とかに行くと大体そうなんですけれども、日が立ってるんですよね、石碑が。で、あれはでかい石碑が立ってるから、きっといろいろと功績があったよってことを示したいですけど、ここにも兵馬俑いるな。だからこれの奥は多分墓があるのかもしれません。でもこの石碑の類はですね、生前にこんな功績がこの帝にはありましたっていうことを表すためのものらしいんですよね。ここもやっぱりなんか塔が2つありますね。面白いな。おお。Después de 3 años de luto, casamos. ここは棺まで来れるんですね。さて、というわけで、初代、2代、4代、12代の世界遺産の定量を見てみました。やっぱ面白いですね。時代時代に全然違う定量が立つんだなーって感じです。同じ王朝なのにって感じですね。そして150年ぐらいの中でもこんなにって感じがします。さて、そろそろ府営駅に行ってですね、ハノイ行きの電車に乗らなきゃいけないので、世界遺産の定量巡りは一旦これで終わります。To wait for the train by track 1. Train SE2 is arriving on track 1. Fire stated, please do not cross the tracks in the station unless absolutely necessary. 今、ガフエ駅にいます。4時16分発のSE2 に乗って
13時間24分かけてですね、688キロ、これから北上します。北上してベトナム統一鉄道の、最後の駅、ある意味始発駅かもしれませんけれどものハノイまで向かおうと思います。13時間24分乗車している予定ですね。今回の旅の中で一番長い乗車になります。いや、自分にとってはもうこれで最後の統一鉄道なので、ちょっと名残惜しいですけれども、楽しんでこの夜行列車乗っていきたいと思います。もうすぐ統一鉄道が来ますけど、いや、雨の日に低量というかベトナム歩くのは大変ですね。一つしか持ってきてないジーンズがぐちゃぐちゃになっちゃいましたどうしようかなって感じですねスニーカーもぐちゃぐちゃになっちゃいましたね。いやー、ホテル着いたら軽く洗います。さて乗ってきます。よいしょ。ちょうどここですね。6番車両。